ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はボタンの花を描いていきます。花の形の取り方や花びらの描き方を私なりに説明していこうと思います。少し色を変えた作品も描いていますので、最後までごゆっくりお楽しみください。今回は外に開いている花と内側に丸まっている花を描いていこうと思います。花びらがしっかり開いている花は楕円形を基本に考えました。その楕円の線を目安に花びらを描いていきましょう。内側の花びらは外側の花びらの間に来るように描いています。中央の手前の花びらはこちらに裏が見えているように描くのがポイントだと思います。花芯の部分を描いて出来上がりです。筆で描くときは後から花びらの翻りの部分を描いていこうと思います。花びらが内側に巻いた感じのボタンの花は花芯の円と巻いた花びらの位置を決める円を描きます。その円の外側にさらに花びらを付け足す感じです。筆で実際に描くときには巻いた花びらの感じが出るように丸筆のサイドローディングなどを使っていこうと思っています。葉先が3つに分かれている葉を描くときにはまず中央の葉脈と両側の葉脈を描き、それを囲うようにして形を作っていきました。葉先が5つに分かれている葉は葉脈を5本描き、それを囲うように葉を描いていきました。最初に描いた葉の形の中に収まるように描くと形が取りやすいように思います。では実際に描いていきましょう。花びらにはチタニウムホワイト、ハイドレンジアピンク、スカーレットを使いました。筆は平筆の18番です。少しの白と多めのピンクを取り筆になじませ、さらに赤を加えて色を作っていきました。最初に花びらが内側に巻いている感じのボタンを描きます。花芯を描く円と巻いた花びらの位置の円を描きます。外側の花びらの位置を決める円も描いておきました。外側の花びらを円のラインを頼りに描いていきましょう。花びらの色が薄いと感じる場合はストロークを重ねます。筆を揺らしながらボタンのひらひらとした花びらの感じを出しています。左側も同じように花びらを描いていきましょう。ボタンの花びらはバラの花びらを描くときよりも少し小ぶりに描いてみました。内側に巻いた花びらの位置を確認します。その円の外側にもう一段外に開いた花びらを描いていきます。花芯の部分を塗りつぶし、内に巻いている花びらを描いていきましょう。円の内側に白いサイドロードの部分が来るように描いていきます。円の上の部分は狭いので平筆の8番を使い、白い部分が内側に来るようにストロークをしています。さらに狭く花びらの翻りを描く場合は丸筆をフラットな状態にし、コーナーに絵の具を取り絵の具をなじませ描いていきました。花びらが内側に巻いているように見えるよう花びらの先に描いていきます。花びらを明るくしたい場合は白のサイドローディングをさらに加えると良いでしょう。もう少し花びらが欲しいと思い内側の花びらを描いたり、外側に向かった小さい花びらを描いたりしました。花びらに赤みを足したい場合は
赤とピンクの色をミックスしたサイドローディングを花びらの根元に入れると良いと思います。花芯にはバーントアンバーとストローを使いました。毛先を切った丸筆に絵の具を取り、パレットの上で余分な絵の具を落としてから使います。トントンと絵の具を落とすような感じで描いていきましょう。ライナー筆に黄色を取り、焦げ茶の周りにおしべを描いていきます。その点から中央に向かっておしべの茎の部分を描きました。花芯の部分をもう少し明るくしたかったので、サンブライトイエローでさらにその上から点を打ちました。しっかり開いた花は楕円の円周のラインを目安に花びらをどんどん描いていきます。時々花びらの翻りも描いています。外側の花びらが終わったら少し内側に花びらを描いていきましょう。中央から外側に向かって開いているように描いていきます。さらに内側に花びらを描いていきましょう。花びらが小さくなってきたので、平筆のサイズも小さくしました。さらに内側に花びらを描いていきます。一番内側の手前の花びらは花びらの裏が見えているように描きたいので、ダブルローディングの白が上になるように描いています。花びらの翻りも描き加えました。白のサイドローディングで花びらを明るくしています。花びらの裏が見えているところは白を強めにしました。花芯の部分は先ほどと同じ描き方です。赤とピンクをミックスした色で花びらの根元に赤みを足しました。サップグリーンとチタニウムホワイトのダブルローディングで葉を描いていきます。葉脈を囲うように葉の形を描いていきましょう。色が薄い場合はもう一度同じように塗ります。葉先が5つに分かれている葉も同じように描いていきます。緑が外側になるように葉脈を囲うように描いていきましょう。葉脈はライナー筆でさっさと軽く描いていきました。2種類のボタンの花と葉の完成です。ここからは作品の制作過程です。解説はテロップで入れています。最後までどうぞゆっくりお楽しみください。
ようかなと思ってるところです。